こんちは。生産装備禁止の 4G 攻略パート10始めてまいります。ということでいきなりですがクシャル撃退戦です。村上位の大イベントをさらっと流していきます。このクエスト、終了パートがほぼないからな。コンセプト的にザクッと省かせてもらったわ。それに動画でやる 4G ストーリーの3周目だし、丁寧に映してく必要はないと思ってね。ストーリーを見せるプレイはがっつりやってるので、完全ソロで初めから攻略を見ていただければと。ということでちゃちゃっと大砲を撃ちまして、クエストクリアでございます。サビクシャとは後でまた相まみえるだろうし、今はとりあえずこんなところだな。ここまでで村上位が一段落、クエストとか要素が解禁されるぞ。戦力的には交流石がレベル2になります。これが一番大きい変化ですかね。とはいえレベルによる解除値の差は不明。体感としてはレベル1でもそこまで遅くなかったりします。これは攻略本にも詳細はなかったね。まあ不可逆な要素だからどうでもいいけど。さて、それじゃあ今回は周回所を進めるとしますか。こっちも裏で星7まで上げてきたぜ。再度上位を攻略する形になりましたが、やはり耳栓の存在がでかすぎましたね。7キークエは古流級の大物が揃います。まずはアカムからいきますか。アカムの素材はイベントには絡まないが、通撃4の装飾品になるから重要なモンスだ。こいつに関しては牙さえ壊せればあとは何でもいい。多分超質ぶっ破で解決することになるだろう。村上位をクリアしてティガ希少種が解禁されてます。つまり本来ならレギチャークが強化可能に。レギチャは倍率200の白毛と J アンカーを上回りますが、性質上、超質連打の戦法には向きません。緑までの総量は長くないからね。会心も含めて斬撃火力も重要な武器だ。その点 J アンカーはも緑だからな。超出戦法にうってつけだ。この縛りでは上位で一番強い系統かもですね。輝く場所があってよかった。しっかり硬質も強いのがいいですね。斬撃主体の戦法でもダメージは出ます。そういえば砲術をまだつけてないんだった。ちょっともったいないな。実は裏での攻略中に通撃4スロ3を当ててね、任意の5スロスキルを追加可能になったのさ。装飾品があれば弱点特攻も発動できます。5スロスキルとはトレードオフになっちゃいますが。ただその5石、集中マイナスがついてるんですよね。後で体験が使いづらくなりそう。ネックなのはそれだよね。G 級でガブラス狩り始まるか。アカムの狩猟は思ったよりも順調に進んだよ。榴弾民主体でもなんとかなるな。この子は属性超質の方が有効ですね。以前のシリーズでも雷の強属性を使いました。ただ榴弾の方も全然強力なので、通用しないとかはないですね。スタンで頭が壊しやすい利点もある。サブタゲ周回なら榴弾のがいいかもね。さて、切れ味が黄色になってるが、なんかチャーク使ってるって感じするな。というかクーネを使ってる感覚になりますね。終盤はほぼあれしか使わないので。最近、クーネも全然持ててないです。そろそろ恋しくなってきたかも。またゲルクエ探索やりたいと思ってんだよね。この企画も上位が区切れるし、準備したいわ。しかし本当に溶岩島は地形があれだな。特にアカムとの相性が悪すぎるよ。溶岩のせいで移動できる範囲が狭いです。モンスターは自由自在なのに。その上アカムは定点への移動がありますから、これやられると殺意が湧きます。怒り時のソニブラはオトバクチャンスでもないし、ひたすら相手のターンが続くんだよな。怠慢してると結構面白いモンスターなのに、地形で印象悪くしてるよな。このゲームは樹海でそれを解決できるんですが、この子はとてもじゃないけど入れませんね。実はラージャンも樹海なしじゃかなり戦いづらい。本拠地が遺跡平原なんで。あそこの中央はね、ゲームできるマットじゃないよ。つうことでアカムを無事クリアしたよ。16分台は全然悪くない。この企画、基本的にきつい戦闘が多いんですが、チャーク持ってからすんなり行くことが増えましたね。無事に装飾品用の大牙もゲット。あとは下流の攻撃があれば通撃4が作れます。まあ攻撃持ってないんだけどね。これの入手は裏の作業になるかな。さーてと、ほんじゃ次の武器でも作りに行こうかな。このままチャークでゴリ押してもいいんだけどね。それは動画コンセプトに反しますからね。別の武器も紹介しておきます。クエストはゼルダの伝説、力と知恵と勇気。任天堂とのコラボですね。これさ、確か当時忍耐かなんかで紹介されたよね。PD がマスターソード出してたの覚えてるわ。我々、ゼルダも全然詳しくないんだけど、ブレワイはさすがにクリアしてるよ。あれはゼルダっていう枠を飛び出してる気がしますね。ゲーマーならやっておかなきゃいけない傑作。このクエ、内容は雷系のモンスター3連戦ですが、それぞれ力、知恵、勇気を表してるみたいです。キリンが知恵担当なのはなんとなくわかるが、ジンラーは両方力じゃねえかな。3連戦と言いつつ、全部怠慢なのはありがたい。じっくりプレイできるクエストだね。どれも両モンスですからね。冷静に戦えば大丈夫。で、このクエをプレイする理由ですが、
このクエ固有の素材が欲しいわけじゃありません。2体目のキリンを借りたくてね。それでプレイしてる。上位キリンをまともに狩る機会は実は少ない。ギルクエ派生かイベクエしかないぞ。イベントは2種類あるんですが、もう一つはトーでアシュとの同時狩猟になります。そちらは難易度が非常に高く、イベントで素材を集めるなら実質このクエ一択になります。去年の元旦企画でキリン2頭やったんだけどね、サイズがでかすぎて G 級装備でも苦戦したぞ。それと一定数 G4 の素材も必要になるから、こっちを選んだってわけさ。要求数で言えば人素材のが多いんですよね。そちらはいくらでもクエの選択肢ありますけど。はい、ということで5分でジンくんを終わらせまして、キリン戦に参ります。極限じゃないオウガはよくスタンしていいね。弱点がちゃんと柔らかいって素晴らしい。キリンも相当素直でスタンが有効なタイプだが、果たしてどうなるかな。長出と相性悪いのが気になります。緑だと弾かれも怖いですね。ただ、上位個体は追撃の落雷などがありません。根出チャンスは多そうですよ。こいつも慣れた相手ではあるしな。死なないように頑張ろう。キリン戦でも振り向き根出が輝く。これ決めてると上手くなった気になれていい。いやまあ、実際高等テクだとは思いますよ。半分覚えゲーですけど。実戦だと角度やディレイなどの調整が必要なので、狙って決めるのは意外に難しいです。ま、その後の展開を考える必要もあるしな。上位までならぶっちゃけエイヤでいけるけど。必要な素材はキリンのライビが4つだったかな。一度に集まりうるがどうか。ライビは剥ぎ取り 30%、報酬で 15% でしたか。さすがにここまで高ければ苦労はしないでしょう。とはいえこのクエ、周回が面倒ではあります。なんせキリンが出るのは2投目ですから。ジンが5分で終わると言ってもね、剥ぎ取りマラソンは結構しんどいかもな。さてと、キリン戦だが、思ったより強くて苦戦してるかもな。スタン絡めてればすぐ終わる想定でしたが、ちょっと火力足りてない感じしますね。キリンの頭部肉質は意外に硬く、弱点特攻が欲しいところです。キリンはひるみ前提で攻撃してるとこあるからな。被弾リスクも抑えられてない感じするわ。チャークだと土台の立ち回りに無理があるね。どうしてもスピード面では追いつけない。TA だと崖上の狭い通路に固定しますからね。単にステップされるだけでしんどい。しかしこれはちょいと困りますね。この子を周回しないといけないんですが。回復薬もめちゃ使わされてるしな。どんどん洗練させていかないと。最後無理やり根出で討伐完了。ここまででだいたい14分か。報酬まで見る場合はさらにもう一頭狩る必要が、ちゃんと重たいクエストでしたね。3体目はラージャンになります。これも慣れた相手ではありますが。こいつも火力が足りてないのが痛いな。上質でひるませるの重要だし。キリンと同様にあちこち動き回るのもしんどい。上位個体は確定行動も少ないし。全体的に G 級より隙が少ないですね。その分強力な攻撃もないですが。とりあえず初回はちゃんとクリアしましょう。ラーテートに遅れを取るわけにはいきませんよ。そうだね、頑張ってこよう。めっちゃくちゃ手こずってるぞ。なんと1オツ25分経ってやがる。ジン5分、キリン8分、ラー10分以上。これは思ったよりかかりましたね。これ怠慢させてくれて助かりましたね。同地ではかなりきつかったでしょう。強化されてる感じはないんだけど、根本的な武器相性が出たかな。なんとか25分は経たずにクリア完了だ。はあ、疲れた。このクエストの固有報酬はズバリトライフォース。これ支給していいんでしょうか。依頼主はゼルダだったが、これって女神がもたらしたもんじゃなかったっけ。まあいい、ともかくジンとキリンの素材集めだな。ライビと壁力が関門だぜ。頑張って集めてきましょう。新たな武器のため。はい、周回完了。今回も頑張ってきましたよ。まあすんなり終わった方かな。弾より斧が時間かかったわ。つうことで作るのはこちらのハンマー、ギガサンダーワークスだ。これはかつて存在した雑誌、電撃とのコラボですね。紙は廃刊してて、今はウェブ掲載されてるそうな。見た目は非常に特徴的なもの。ドンキより斧に見えますが。かっこいいけど形容しがたい見た目だな。なんか博物館とかにありそう。性能は倍率160の会心 30%、雷180を持つ。さらに素で少しだけ白も出ているぞ。外心込みでも期待値は倍率172程度。正直見た目ほど強力ではありませんね。雷も180しかないので、強力とは言い難い武器です。匠技物で白毛を生かす運用しないとダメですね。でも手頃な雷か竜武器がこれ以外なくてな。新武器種でもあるし、制作に踏み切ったぞ。よし、それじゃあこれを担いでもう一丁イベクへ行くか。みんな大好きマガジン、交流必勝だ。これは上位イベクエでもかなり有名なものですね。通称魔学者とか言われてました。強化個体ですが塔の頂上で戦える点。それと報酬が有用なクエストです。
星7キークエでもクシャルが指定されてんだけど、せっかくやるならこっちにしようかなと。もちろん報酬も目当てではある。今回は使わんがね。あ、そうそう、強化個体とは言いましたが、他のクエほど強力な補正はかかってないようです。唯一、でかくて攻撃が避けづらいのが辛いですかね。最大金冠確定となっています。あと、塔に固定されるから戦いやすい雰囲気出てるけど、ぶっちゃけ地形はいいとは言えないね。ここ、中央は普通にデコボコしてるんだ。足を取られて邪魔に感じることが多いぞ。ハンマーは結構相性悪い部類ですかね。溜めながらジャンプするとめっちゃ硬直あります。ただノリは狙いやすいので、そこは活かしていきたいですね。それにハンマーにはこのスタン能力がある。クシャルにはためにが刺さりやすいぞ。動く頭に追撃するのはかなり難しいが、対クシャルの相性自体は悪くないはずだ。チャークほどじゃないですが、ハンマーも使いやすいですね。槍やスラークよりはだいぶ強力だと思います。この武器、腐っても雷属性ですから、活躍してほしいですね。残念なのはやっぱり頭部肉質かな。なぜか打撃は切断よりも硬いんだよね。たった5だけど、それはつまり弱特と同じ補正。スキル1個分のハンデを常に抱えているぞ。後半の強敵ほどこういう肉質の傾向にあります。これはハンマー縛りの時に散々言いましたが、クシャルの頭は弱特適用のギリギリ圏内なので、肉質5でだいたい 10% くらいの差になりますね。ほんと MH4 のハンマーはな、かわいそうとしか言いようがないよ。開幕からダウンまでは結構順調だったけど、怒りと竜巻が重なると一気に動きづらくなるな。中央の段差はなるべく避けたいので、そうなると行動範囲狭いんですよね。上位だから竜巻が移動しないのがせめてもの救い。移動してたら地獄絵図でしたね。ハンマーくん地味にスタミナ消費がかなりきつい。避けるしかできないコグドウと相性が悪いぞ。一応先行は超動分まで持ち込んである。角破壊まで一気に持っていきたいところだな。ですね、火力がいささか不安なんですが、そこは PS でカバーしていきましょう。さて、中盤戦に入りましたが、なんというか少しずつボロが出てきましたね。ダウンスキに縦3を入れるのがむずい。クシャルはここ覚えゲーなんだよな。なんとなくのタイミングは合ってるんだけど、頭もハンマーも判定小さいからなかなか当たらんわ。ハンマーくん、攻撃の隙はまあまああるんですけど、リーチも火力も見合ってないのが苦しいですね。そのせいか、他の部位に結構吸われてる感じします。理論値はもっと出そうなのがもどかしい。15分近く経ってようやく角の破壊が完了したよ。いや、目標より5分くらい遅かったかな。スタンは取れるんだけどダメージが足りてないね。まあギガサンダーワークスが弱いとは言わないが。この武器、作るのかなり面倒なんですよね。モンス素材のほか、ギルドチケット G が厄介。これはハンターランク7段階では入手確率が低く、相手もお古城や金銀など強敵揃いです。このマガ記者でも入手は可能だ。今回はこれが目標なんだけどね。それでいて普通に生産のラーハンマーに負けてる。向こうはその倍率が高いんだよな。外心でごまかすのも限界がありますからね。結局掛け算なので元の倍率が重要です。せっかく見た目は最高なのに、貯めると光るギミックがついてます。ま、こういう武器を供養するための企画だからね。その意味では非常に趣旨に合った武器と言える。最終的に20分ちょいで討伐完了した。まあこんなもん、かな。耳栓と攻撃小だけのハンマーと考えると9大点ですかね。ひたすら競争薬が欲しいクエストでした。でも無事にクリアできたのは良かったです。このクエ、結構難しいイメージあったので。4時代によく回ったっけな。確か宝玉とかチケット以外の素材もうまいんだよね。固有素材は名店の星屑。何にちなんだアイテムかは知らん。お、3つ出てるのはいいですね。強力な武具の素材になります。その他鎧玉もありがたいところ、重鎧がポロポロ出始めていますね。これを使うとかのゾリアスシリーズが作成可能。これは腕と腰の同系統バイカが有名だね。バイカは他に伝説 J シリーズがあるが、属性耐性がボロボロなんだよな。特にウテの方はかなり貴重な存在です。上位時点では入手が面倒な黒帯しかなかったので。一方、その他の部位はあんまり注目されないですかね。銅がガンナー用として有用なくらいか。鉄壁、つまり回避距離アップとフルチャがつくね。珍しいスキルだ。我々には縁がない装備かな。腕腰だけ要所で使うことになるだろう。バイカがおいそれと作れませんからね。いずれお世話になるでしょう。さて、それじゃせっかくなので、ハンマーでもう1クエやりますか。クシャルと来たらテオかな。とはいえこっちはキークエだが。テオはテオで有用なイベントがあるけど、そっちは強かったと思うから、今回はパスで。テオくんは雷の通りは悪いものの、頭がでかいのでクシャルより殴りやすいはずです。場所が地底火山なのがこの上なく不穏ですが、なんとかなるでしょう。テオはハンマーが有効と言える数少ない相手。ソロだとタイムは全然出ないが。マルチではスタン枠としてたまに見たね。
ハンマー笛部屋も楽しかったな。もちろん効率で言えば体験の羽目にかないませんが、一戦法として成立はしてましたよね。怒り時はうまく頭に当てるのは難しいですが、比較的有効ではありました。こいつで最高倍率のボルトリコーダー引いたんだよな。稀にだが笛を担ぐのも楽しかった。笛は笛で旋律による格差があったけど、当たりを引いた時はテンション上がるよね。確率で当たり外れがある武器はどうしてもね、それが武器の価値をさらに高めたりもします。現代で失踪されたら付け替え可能になってたでしょう。それが正しいような寂しいような。ライト層超絶お断り仕様なのは間違いない。我々的には当然歓迎だったよね。よし、早速スタンが取れたぞ。追撃楽でいいわ、こいつ。クシャルは本当に当てづらくてね、タウン取ってからが本番なとこありました。これは問題なくいけそうですね。上位制覇も間近か。怒り時は後ろ足殴る方向でいいかな。上位で粉塵が移動しないのが面倒だけど。じゃあ一気に勝たしちゃおう。頼むぞハンマー。最初は勢いあったんですけど、ちょっと思ったより時間かかってますね。ホツをかましてないのがまだマシなんだが、もうすぐ20分経っちゃうぞ。やっぱ火力があかんか。一番肝心なとこで詰まってる武器だったわ。ハンマー縛りで一度マジオスまで行った身としては、流頭ダビになりがちなんですよね、この武器。最初の方はスタン取れまくりでいい感じなんですが、時間がかかるからどんどんチャンスがなくなるという。やっぱモーションあたりの威力がないんだろうな。ダメにのモーション値40しかないんだよね。移動できる性質があるとはいえ、その辺の武器の抜刀攻撃レベルだぜ。スタン値40はかなり優秀なんですけどね、威力60くらい欲しいですよね。18分ちょいかかってようやく討伐完了。大変でした。火力不足の他にも段差と傾斜とスタミナ不足、足りないものが多すぎるのよね。まあいいや、とはいえこれで手置き車を下せた。キークエもあと少し。そろそろ上位も終わりですね。この調子で駆け抜けていきましょう。ということで今回はこれにて締めます。結構盛りだくさんな回でした。クエストの難度が高くなってきて大変だぜ。その分報酬も豪華になってるけどな。次回は何を作ろう。それとも先に周回以上進めるか。ハンターランク8以上で解放されるイベクエも多いですからね。そこは候補の装備と相談していきましょうか。ほいじゃ、次の動画で。またね。